こんにちは、ミッキーです。今回はポケパーク関東徹底攻略&事前準備11選です。読売ランドの敷地内に誕生したポケパーク関東。2026年2月に開業した世界初の常設屋外型ポケモン施設です。株式会社ポケモンと読売ランド、読売新聞東京本社の3社が手掛ける共同事業。全長約500メートルに及ぶ森やポケモンの街など魅力的なエリアが満載です。豊かな自然とデジタルが融合し、関東地方の世界が目の前に広がる非日常感をぜひ楽しんでください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。さて、ポケパーク関東の様子をご紹介する前に事前準備から。まずはチケットの争奪戦。チケットの入手はパークを楽しむための最初の大きな難関です。方法は抽選と先着の2種類があります。まず抽選販売は入場希望付きの3ヶ月前の1日から12日に公式サイトから申し込めます。例えば10月に入場したい場合には7月1日から12日までの間に応募を済ませる必要があります。もし抽選に落選してしまった方や急に予定が決まってしまった方は2ヶ月前の先着販売に挑戦することになります。2026年6月1日からは新しい販売ルールが始まり、3日分ずつまとめて先着販売される方式に変わりました。具体例を出しますと、6月1日には8月1日から3日分が販売され、翌6月2日には8月4日から6日分が販売されるといった3日ごとのペースで順次販売されていきます。販売時間はいずれも18時ちょうど。この18時の争奪戦は非常に激しく、数分で完売してしまうため、事前の準備が欠かせません。ぜひこの説明を聞いて、ご自身のカレンダーにチェックをしていただいて、確実にチケットの争奪戦に参加してみてほしいです。また、チケットの購入には、公式サイトでの会員登録と SMS 認証が必須となります。当日はサイトが非常につながりにくくなるため、販売開始の30分前にはログインを済ませて待機しておくのがチケットを勝ち取るための最大のコツです。続いては、事前準備の2、相棒のぬいぐるみゲットです。広大な自然が広がるポケパーク関東を冒険する際、欠かせない準備があります。それは自分の相棒となるぬいぐるみを用意することです。今回はそんな素敵な相棒を探すために、事前に日本橋にありますポケモンセンター東京 DX を訪問しています。ここ日本橋は最初のポケモンセンターが誕生した特別な創業の地。エントランスでは巨大なカビゴンたちのオブジェが温かく迎え入れてくれます。実際にパーク内ではお気に入りのぬいぐるみを連れて歩き、一緒に写真を撮ったり散策を楽しんだりするのが定番の過ごし方。豊かな自然を背景に撮影すれば、まるで関東地方を旅するトレーラーさんのような最高の一枚を残すことができます。当日パークで買うこともできるんですけども、ポケモンの種類が関東に登場する151種類のみなので、私が今回ゲットしましたホゲータなどの関東地方以降のポケモンに関しては、ぜひ事前に購入してほしいです。また、お住まいの近くにポケモンセンターの店舗がない場合は、公式オンラインストアポケモンセンターオンラインでの事前購入や Amazon や楽天のショップから購入するのもおすすめ。動画のリンクにも貼っておきますので、よかったら参考にしつつ事前の購入をしてください。また、この後ご紹介しますけれども、ポケモンセンター関東の中で相棒と一緒に楽しめるようなコンテンツの用意もありますので、そのためにもぜひともチェックしておいてほしいです。続いては、事前準備3、整理券の取得。こちらは当日の準備。読売ランド入園直後の整理券取得が非常に重要です。園内の人気エリアやショーを体験するには、公式アプリからのエントリーが欠かせません。特に対象となりますのは3つの主要スポット。1つ目は限定グッズが並ぶポケモン大好きショップ。2つ目はポケモンと間近で触れ合えるポケモンふれあいハウス。そして3つ目がメインステージで行われます大人気のショー、ピカピカスパークスです。これらはすべて読売ランドに入園した後に公式アプリから手続きを行います。大好きショップとふれあいハウスは先着順の整理券。ピカピカスパークスはアプリ内での抽選制となっています。残念ながらこの日もふれあいハウスの先着順の整理券は
ゲットできませんでした。とても人気が高く、午前中の早い段階で受付が終了してしまいますので、そもそも入園時間を最も早い時間に設定したりとか、入園直後にはアプリを連打して整理券を入手するように努めること、そういった準備も欠かさないようにしておいてほしいです。さて、ここからはいよいよポケパーク関東に上がっていきます。アクセスは京王読売ランド駅からゴンドラを利用する方法と、小田急線の読売ランド前駅からバスを利用する方法があります。今回私は小田急線からバスに乗車しましたが、およそ10分ほどでメインゲートに到着します。そして楽しむための重要なルールも確認しておきましょう。まず園内は完全キャッシュレスとなっていますので、現金は使えません。クレジットカードや電子マネーを忘れずに用意してください。また食べ物や自撮り棒などの持ち込みは禁止されていまして、入場時に手荷物検査があります。さらに広大な敷地を歩き回るので、動きやすい服装と歩き慣れた靴で行くのが鉄則です。さて、ここからはポケモンフォレストの様子。メインエリアの一つ、ポケモンフォレストは一度出ると戻れないルールになっています。準備を万端にして関東地方の冒険へ出発してください。さて、ポケモンフォレストの冒険は入り口にあります石国博士研究所から始まります。まずは冒険の必需品となります研究ノートを受け取ります。ノートには関東地方出身の石国博士が描いたポケモンのスケッチや森を探索するための重要なヒントが記されています。さらに研究所に一歩足を踏み入れますと、ゲームでおなじみの3つのモンスターボールが置かれたテーブルや回復マシンが再現されていまして、一気にポケモンの世界へ引き込まれます。白衣を着たスタッフの皆さんもまるで本物の研究助手のようです。そんな博士のノートを片手に、自分の目と耳だけを頼りにポケモンを探し出す純粋な冒険へと踏み出していきます。さて、石国博士の研究所でのブリーフィングを終え、一歩外へ踏み出しますと、そこからは日常を離れた本物の冒険の始まりです。まず目の前に広がりますのは、マサラタウンからトキワシティへと続く、懐かしい一番道路を完全再現したエリアです。今回の体験全体の中でも、このポケモンフォレストの最初に目にした様子は感動でした。耳を澄ませますと、初代のポケモンでおなじみの一番道路のメロディーが風の音に混じってオーケストラアレンジで聞こえてきます。読売ランドが誇る多摩丘陵の豊かな自然が関東地方の風景と見事に融合しておりまして、歩いているだけで胸が高鳴ります。ここでの体験は野生のポケモンの生態を観察することに重きが置かれています。頭上の木の枝を見上げますと、ポッポが羽を休めていたり、足元ではコラッタが木の実をかじっていたり、さらには謎の草が日の光を浴び、草むらではニドランがくつろいでいます。またゲームさながらの価格で写真を撮ることもできますので、様々な角度を試していただいて、ご自身がトレーナーになった感覚で写真を撮るのもおすすめです。手元の冒険ノートに記載があったポケモンが実際にその姿で登場することもありますので、冒険ノート片手にいろいろと探してみてほしいです。さて、そんな一番道路を抜けていきますと、ピカチュウとイーブイの森へと到着します。驚かされますのは、その圧倒的なスケールとポケモンの数。広場や木陰のあちこちで数えきれないほどのピカチュウとイーブイが思い思いに過ごしています。追いかけっこをする子、お昼寝をする子など、一匹一匹の表情やポーズが全て異なっています。中には尻尾の先がハートの形をしたメスのピカチュウも混ざっていまして、時間を忘れてずっと眺めていたくなるような、そんな素晴らしい空間です。またピカチュウ、EV 以外にも様々なポケモンがいますので、くまなくチェックしていただいて探してほしいです。あとは先ほどご紹介しましたご自身の相棒とピカチュウや EV との記念撮影も忘れないようにしてください。特にポケモン詳しい方はピカチュウや EV が手元で持っています木の実にも注目。作品中で登場します様々な木の実がそのままの姿で登場しています。そしてこのピカチュウと EV の森を抜けていきますと、今度は巨大で立派なエイパムゲートに到着。このエイパムゲートはここから先のより深く手つかずの森へとつなぐ重要な境界線。門のアーチにはエイパムがぶら下がっていまして、いたずらっぽい笑顔で見送ってくれます。
写真を撮っているうちにこのエリアだけでも30分以上経ってしまいますので、ぜひ時間にはゆとりを持って訪問してほしいです。さて、エイパムゲートをくぐり抜けますと、周囲の空気はより一層しっとりと神秘的な深まりを見せます。まず現れるのが湿地や土の露出したエリアを貫くディグダ木道です。周囲の柔らかい土の盛り上がりに注目してみてください。あちこちでポコッと顔を出しているディグダたちに出会うことができます。他にもモグリュウやドリューズもいて、先ほどからもちらっと気づいているかと思いますけれども、関東地方以外のポケモンにも出会えます。そんなディグダたちのエリアを抜けますと、次に見えてくるのは鳥ポケモンに注意という看板。ここは森の難所として知られていますおかしな階段です。約110段も続く勾配の急な長い下り階段となっていまして、一歩一歩踏みしめるごとに森のさらに深い場所へと吸い込まれていくような感覚を味わえます。なお、階段エリアでは撮影ができませんので、その点はご注意ください。そして階段を無事に降り切りますと、憩いの場でありますホシガリス休憩所に到着します。この周辺ではホシガリスやヨクバリスたちが一生懸命に集めてきた木の実を蓄えている様子を見ることができます。そしてその先はユニークなビッパのかじり場。ビッパたちが自慢の前歯で道を削っている様子や斜面を滑り降りて遊ぶ姿が観測できます。道中の説明書きには、急がばまたげと書かれた看板がありまして、列をなして歩くビッパたちをそっとまたいで進むという微笑ましい体験も待っています。また、ビッパ以外にも進化系のビーダルだったりとか、実は隠れた場所にバチュルがいたりと、このエリアでも様々な探索を楽しむことができます。そしてその先はヌメラやキノココが登場。様々な表情をしながら大量発生していますので、これらのポケモンとも写真を撮ってみてほしいです。また、実はこの中にもヌメラの色違いが登場していまして、全てを探すわけではないんですけども、色違いが見られるのもこのポケパーク関東、そしてポケモンフォレストの特徴です。さて、ビッパエリアを抜けますと、岩場が目立つ荒々しい地形、サイホーンの突進坂に差し掛かります。道を埋め尽くすほどのサイホーンの群れがこちらに向かって突進してくるような大迫力の光景は圧巻。こちらではサイホーンの背中に乗って記念撮影も可能です。また、道の傍らにはイシツブテやゴロンなどもいました。そしてその後はタンドントンネル。暗闇の中でタンドンたちの目が怪しく光る演出を楽しむことができ、中にはズバットだったりレミレミも登場します。この空間では洞窟ということもありまして、光が抑えられていますので、ライト等をうまく活用しながら撮影を楽しんでほしいです。さて、そんなトンネルを抜けた先には、険しい岩場の岩悪山道が続きます。ここで待ち受けていますのは、森の中でも最大級のスケールを誇る巨大な岩悪です。周囲の岩場では、今度はオタチやオオタチ、そしてタツベイもいました。そしてそこを抜けた先には、今度はハガネールが登場。先ほどの岩悪に続いてハガネールも圧巻なスケールになっていますので、カメラの広角レンズ等を活用しながら撮影してみてほしいです。質感に関しましても、岩悪は岩っぽさがあったんですけれども、ハガネールになりますと磨き抜かれたスチールの様子が見られます。そしてその先にはフラワーガーデンが広がります。こちらでは大人気ポケモンのリザードン、そして進化前の人影、進化途中のリザード、加えてゾロアがいました。このゾロアとリザードの様子に関しましても、戦いが始まるような構図になっていますので、いろんな角度から写真を撮ってみてほしいです。加えてフラワーガーデンということもありまして、キレイ花やロゼリアもいます。またスボミーも観測されたり、このポケモンフォレストを抜けた先には様々な草ポケモンもいますので、ポケモンフォレストの中でもそうですし、ポケモンフォレストを抜けた後でも写真撮影を楽しんでほしいです。そして最後はカヤツリタウンへと抜けていくんですけれども、その出口付近でもご覧のようなタマゲタケが姿を現しています。こんな感じで様々なギミックが隠されていますポケモンフォレスト。私の観測範囲はこの映像の中だけなんですけれども、皆さんはもっとたくさんの発見をしてみてほしいです。
さて、ポケモンフォレストを抜けた先にありますのは、活気あふれるカヤツリタウン。ポケモンフォレストはトレーナーズパスもしくはエリートトレーナーズパスが必要ですけれども、ここカヤツリタウンの入場だけであればタウンパスのみで入場可能。ここはトレーナーとポケモンが共に暮らすポケモンの街を忠実に再現したエリア。街のシンボルは入り口近くにありますこちら、アシレールの噴水です。優雅なアシレールの像を中心に水タイプのポケモンたちが涼しげに水を吹き出しています。屋根の上や看板の影など街の至るところでポケモンたちが生活しているこの賑やかな街でさらなる出会いを探してみてほしいです。カラフルな建物と被写体の道が続いていまして、一歩足を踏み入れるだけでゲームの世界に入ったような気分を味わえます。続いてはカヤツリタウンの中でも印象的なポケモンセンターに入場。ゲームの世界がそのまま現実に再現されたポケモンセンター。ここはトレーナーのための休息の場です。中に入りますと、まずはグループを代表して6個のモンスターボールが入ったトレイをカウンターへ預けます。このトレイ、手に持つと 1.5 キロ以上のずっしりとした重みがありまして、本当に生きているポケモンを預かっているような感覚を味わえます。マシンにセットされますと、回復メロディーが響き当たり、ポケモンの回復が行われます。そして日によってはご覧のような誕生日のサプライズも提供。マシンの演出が特別なバースデーバージョンへと切り替わり、周囲のトレーナーさんやスタッフの上位さんから一斉にお祝いを受けるという心温まるサプライズイベントが始まります。そして体験の最後を締めくくるのが事前準備で用意したご自身の相棒の回復イベントです。これまで大切に持ち歩いてきたぬいぐるみをカウンターに預け、上位さんに引き渡し、マシンに乗せて元気にしてもらうおなじみの効果音とともに、預けたポケモンが回復されていく様子を味わうことができます。それぞれのタイミングでいろんなトレーナーさんが持ち寄ったポケモンを確認できますので、そのトレーナーさんごとの趣味も見えるのが面白いポイント。この回では比較的小ぶりで可愛らしいポケモンが多かった印象です。さて、ここからはカヤツリタウンでの過ごし方についてご紹介していきます。カヤツリタウンではご覧のように一軒一軒様々なショップが展開されています。お土産はもちろんのこと、フード、ドリンクも楽しめるところがポイント。まず外せないのは大きなカビゴンが道を塞いで寝ている姿を再現したカビゴンポップコーン。立体的なカビゴンのケースが可愛らしく、もしバケットを購入された場合にはストラップにポケモンの笛がついたオリジナルバケットも手に入れることができます。続いてはポケパーク関東ならではの自販機のご紹介。作品で登場します美味しい水だったり最高ソーダが購入できます。他にも緑茶、麦茶、スポーツドリンク、リンゴジュースなど様々なオリジナルパッケージに包まれて提供されますので、気になるものを購入してみてほしいです。個人的には作中で登場しますサイコソーダが気になりましたので購入しています。またサイコソーダに関しましてもエスパータイプのポケモンがラベルに書かれていまして、今回はニャスパーだったんですけども、他にもコダックだったりのパッケージが用意されています。冷静に考えてみますとコダック自体はエスパータイプではないんですが。さて続いてはピカチュウのおむすび屋を訪問。4種類のおむすびが提供されていまして、一番人気は左手の明太子とクリームチーズ、だし、醤油漬け。もう一つ気になりました九条ネギと牛肉のしぐれ煮&ごぼうも注文しています。特徴的なのはおむすびに竹炭唐揚げがついている点。小腹を満たせるようなメニューになっています。さてもう一つはチルタリスの羽休みキッチンで購入しましたスープセットおよびほうれん草のフライドポテト。バインミー風のサンドイッチとスープ、付け合わせでフライドポテトをいただくことができました。さて、カヤツリタウン内で散策をする際にぜひ手に入れてほしいのがこちらのフォトプロップス。トレーナーズマーケットで無料配布されていまして、なんとそのままお土産として持ち帰ることもできます。日替わりで配布されますポケモンカードのフレームを手に、カヤツリタウン内の対象のポケモンと一緒に写真を撮ることで、まさに野生のポケモンをゲットしたかのような体験をすることができます。また手に入れたフォ
フォトフレームにポケモンを収めていただいて、その写真を元のフォトプロップスに提示することで、同じデザインの限定ステッカーをいただくこともできます。ぜひその探す過程も含めてこの体験も楽しんでみてほしいです。ちなみにこの日はカジッチュとニャースのカードでした。続いてはコレクターならずとも夢中になってしまうピンバッジのご紹介。こちらは大人気コンテンツになっていまして、何が出るかわからないランダム方式のモンスターボール、そしてピンバッジを手に入れることができます。値段は少しお高めで1つ1200円。以前は大人気すぎて1人1個までだったんですけども、2026年6月現在は1人10個まで購入可能。そしてご覧のように私はスリープを引いたんですけども、とても人気がないようで余ってしまったスリープのピンバッジがたくさん確認できました。また、カヤツリタウン内にいるパークスタッフさんとのトレードも可能。スタッフさんが腰のポーチにピンバッジを入れている場合には、そのピンバッジの中から交換もできますので、もし気に入ったピンバッジをスタッフさんが持っていたらトレードも検討してみてほしいです。さて、残りのカヤツリタウンの魅力を次々とご紹介していきます。まず注目してほしいのはカヤツリタウンのバトルエリア。ここでは海竜とガルーラが激しくバトルを繰り広げている様子を再現しています。今にも技の衝撃が伝わってきそうなリアルな造形は街一番の迫力満点なフォトスポットです。もちろんトレーナー目線で写真を撮っていただいてもいいですし、ガルーラや海竜と共に写真を撮るのもおすすめです。そしてこれらの目立つところ以外にも様々なポケモンがカヤツリタウン内に描かれています。自然の森とは異なり、人間とポケモンが生活を共にしているからこそのユニークなポケモンの配置が出るところで見られます。例えば建物のベランダや屋根の上を見上げてみますと、そこから顔を出して街を眺めている様々なポケモンがいます。そして街を盛り上げていますのは2つのアトラクション。一つ前に映していましたのは、たくさんのピカチュウたちが元気いっぱいに動かしているピカピカパラダイス。もう一つこちらはメリーゴーランド VV ボヤージュです。EV やその進化系たちと共に優雅に回っていますメリーゴーランド。余裕があればこちらも体験してみてほしいです。その他にも様々なポケモンが街中に溢れています。そのスポットごとでポケモンのタイプも反映されているようなので、そのあたりも含めた細かい作り込みが印象的です。さらに街を歩いていますと思わぬサプライズも待っています。そのサプライズはカヤツリタウンのあちこちで記念撮影をすることができますグリーティング。その時間ごとでグリーティングできるポケモンも変わってくるんですけども、今のタイミングではコタックと会うことができました。他にもカイリュウだったりとかピカチュウや EV もいます。そして人気が高い撮影スポットはこちら月光河の落書きスポット。壁に落書きをしていますドーブルと、その横に凛々しく佇む月光河の姿が印象的。こうした細やかな遊び心が街の隅々にまで散りばめられています。ぜひその世界観も共に体験してください。続いてはお土産選びのメインスポット、ポケモン大好きショップ。こちらは事前準備の3でもご紹介しました予約制のスポット。入店には公式アプリでの整理券が必須。土日祝日は開園からわずか5分ほどで配布が終了してしまうという驚きの人気ぶりとのことです。さらに重要なルールが会計は1人1回までということ。一度レジを通しますと追加で購入することができませんので、買い忘れがないようにぜひじっくり吟味して購入してほしいです。こちらの大好きショップ限定のロゴ入りグッズや可愛いお菓子など、ここならではのアイテムをたくさんご購入してください。さて、そんな大好きショップからまたカヤツリタウンへと戻っていきます。こちらはカヤツリジム前の様子。ジムの正面にはご覧のようなファイヤー、サンダー、フリーザの伝説のポケモンの像が堂々と鎮座。まさにジム前の荘厳な様子が伝わってきます。メタリックな質感に電気タイプや鋼タイプを思わせるようなメタリックかつエレキな印象が特徴的です。他にもゼニガメカメールカメックスもいました。さて、ここからは見どころの一つ、ショーおよびグリーティングの様子をご紹介。まずこちらは
街全体が祝祭の空気に包まれるパレード、ピカ V バブルカーニバルです。特別な衣装を着たピカチュウと EV たちが大量のシャボン玉とともに街を行進します。このパレードの最大の特徴は、パレードが始まる前にダンサーであるバブル隊がルート周辺でゲストをスカウトして回ること。運よくスカウトされたゲストはなんとそのままパレードの列に加わり、ポケモンたちと一緒に街を回ることができます。参加型の特別な演出になっていますので、パレード開始前は積極的にアピールしてみてほしいです。時間になりますとジム周辺でご覧のようなスペースでショーを見ることができまして、パレードの行進後にはカヤツリタウンの先ほどの走レールの噴水前でもショーを見ることができます。規模は小規模ながらディズニーランドのように本格的なダンサーさんがショーを展開してくれますので、見応えも結構ありました。特に子供たちを中心に楽しめると思いますので、このショーのタイミングは少し撮影等を止めて楽しんでいただくのが個人的なおすすめです。また先ほどご紹介しましたフードやドリンク類を事前に購入しておくと時間も効率的に過ごせるかなと思っています。さて、ピカ V バブルカーニバルを楽しんだ後は別途抽選で予約していましたピカピカスパークスの体験。先ほど申し上げました通り、こちらはカヤツリジム内で体験することができる完全抽選制のショー。抽選と聞くとハードルが高く感じるんですけれども、実は先ほどのショップなどの先着整理券に比べると意外と当選確率は高いです。そのため1日の行動計画を立てる際にも無理なくスケジュールに組み込むことができます。また実はこちらのカヤツリジム、ショーが開催されていない昼過ぎの時間帯などはジム内が休憩スペースとして一般開放されることもあります。空調の効いた涼しい空間になっていますので、夏の暑さや冬の寒さをしのぐのにもぴったりです。さて、ショーが始まりますとピカチュウたちがキレのあるダンスを披露してくれます。1点重要なルールとしましては、ショーの本編は原則として撮影 NG。 ご覧のような最後の挨拶のシーンだけは司会者からの合図とともに撮影が許可されますので、そのタイミングのみ写真や動画に収めてほしいです。またこのショーの前にはプレイショーとしましてシルエットクイズも開催されます。会場のトレーナーさん全員で答えを予想するこのクイズは本編に向けた最高のウォーミングアップになっていますので、クイズを楽しむ感覚で体験してみてほしいです。ご覧のように様々なタイプのピカチュウが登場してきまして、ショーの内容自体も工夫がされていますので、ぜひ実際に体験してみてほしいです。また先ほどのショーおよびカヤツリジムのショーに関しましても開始時刻が異なります。5月から6月目は比較的早めの時間帯、7月から1月までの時間帯はちょっと遅めで昼過ぎに始まりますので、事前に開催時間をチェックしてお楽しみください。そしてショーが終わってジムの2階出口から外に出ますと、目の前に大迫力の光景が飛び込んできます。バトルコートと呼ばれ、バンギラスやガブリアス、ギャラドスにライチュウたちがまさに激しいダブルバトルを繰り広げています。2階出口からそのまま同じ目線で迫り来るバトルの熱気を感じられるこのスポットは見逃しやすいですけれども、絶対に外せない見どころになっています。ショーを観覧する方は2階に登っていただくと確認できるので見逃すことはないかと思うんですけれども、もし万が一ショーを見ることができなかった場合に関しましては、パークを出る前にぜひこのフォトスポットも見逃さないようにしてください。さて、ここからはアフタートーク。ポケモン30周年記念、今年何かのイベントに参加したというテーマです。今回ご紹介しましたポケパーク関東のオープンは、もしかするとポケモンの30周年記念にも合わせているかもしれません。その他にも様々なポケモンコラボが今年は開催されているような印象です。特に力を入れまして、個人的には東京ドームで開催されました巨人戦でもポケモンの配布があったりとか、4月には東京ミッドダウンで開催されていました多摩美術大学のポケモンと考えるアート環境教育展にも参加しています。昨年で言うと大阪万博でもポケモンの様子を撮ることができましたし、最近は日常の様々な場面でポケモンと出会っているような印象です。あとは睡眠計測としましてポケモンスリープもずっとやっていますので、もしかしたら皆さんの中でもやっている方がいるかもしれません。そんな生活に密着しつつあるポケモン、皆さんはどんなイベントに参加していますでしょうか。ぜひコメント欄の方で教えてください。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。
また、インスタグラムではより最新の情報をお届けしていますので、そちらのフォローもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。